皆さんこんにちは。ゆりずマインドカフェのゆりです。このポッドキャストでは中級から上級の方に向けて日本の文化や食べ物、時々心理学について日本語講師のゆりが話しております。ちょっと難しい言葉を使うこともあるポッドキャストですが、ぜひリスニングにチャレンジしてみてください。今日は初めてビデオポッドキャストを撮っております。毎回するかはわからないんですけど、今日は私が覚えた面白い言葉について紹介したいと思っていて、ビデオポッドキャストだと漢字も載せられるので、ちょっとチャレンジしています。紹介したい言葉なんですが、何かというと、ぜぜひひという言葉ですね。皆さん聞いたことはありますか？これはかなりレベルの高い言葉だと思います。もし知っていたら、ちょっと難しい本を読んでいるとか、あるいは政治に関するニュースを日本語で聞いたりしている人は知っているかもしれないですね。そうなんです。ぜぜひひという言葉は主に政治の世界でよく使われる言葉なんですね。私は最近、ニュースをよく見るようになりましたので、そこで覚えた言葉なんです。実は私は言葉に結構こだわりがあるタイプなんですよ。で、濁音のつく言葉っていうのがあんまり好きじゃないことが多いんですよね。濁音っていうのはガギグゲゴとかバビブベボとかですね。単語で言うとガチとかそういうスラングがありますけど、ガチでやばいとかガチやばい両方濁音が入っていて、たまに使っちゃうこともあるんですけど、あんまり使いたくないなって思うような言葉が多いんですよね。濁音が入っていると。でも、このぜぜひひはなんだか、好きなんですよね。皆さん、マントヒヒって知ってますかね？動物の名前なんですが、お猿さんですよね。で、このマントヒヒとゼゼヒヒのイントネーションが似ていて、ちょっと可愛い感じで、マントヒヒ自体はあんまり可愛くなかったかとは思うんですが、でも気に入りました。で、肝心のゼゼヒヒの意味なんですが、いいことはいい、悪いことは悪いと、立場や利害にとらわれず、公平な立場で判断することを意味しますね。ぜぜひひのぜぜの部分は、ぜの言葉を重ねてるんですが、ぜ自体は道理にかなっている、正しいという意味ですね。ぜぜひひのひひの部分は、ひという漢字を、重ねてるんですけども、ひは正しくないっていう意味なので、ぜぜ正しいことは正しい。ひひ正しくないことは正しくないという意味なので、漢字そのままの意味なんですよね。面白いですよね。主に政治の世界で使われることが多いみたいなんですが、ビジネスの場面でも使うことがあるようです。私の経験では、ビジネスの場面で、ぜぜひひという言葉を使っている人には出会ったことはないですね。アカデミックな世界でも出会ったことはないですね。政治の世界で初めて知りました。出会えてよかった。そんな言葉ですね。で、使い方は真面目な言い方だと、この件についてはぜぜひひで判断していきたいと思いますとか、それについてはぜぜひひで判断すべき事柄ではないですかとか、そういう感じで使うといいかなと思います。何か意見を求められた時に、いや、そこはぜぜひひですよね、とかっていう感じで、私が見たニュースでは使ってましたね。
そんな感じです。あと、面白い使い方も考えたんですけど、ぜぜひひって結構真面目な言葉ですよね。なので、あえて、しょうもない出来事、しょうもないっていうのは、くだらない出来事かな。そういう出来事に対して使うと、ギャップで、言葉とシチュエーションのギャップで笑いが取れると思います。おすすめです。なんだろうな。しょうもない出来事っていうと、例えば友達がすごいどっちでもいいでしょっていうような場面で悩んでるとき、お昼ご飯何にしようとか悩んでるときに、そうだな、もっと具体的なシチュエーションを考えると、日本人ってコンビニエンスストアでお昼ご飯を買うことがあるんですね。で、コンビニには、おにぎりが売ってるんです。皆さん、おにぎりは知ってますかね？三角の、お米を握った食べ物ですね。で、中には、梅干し、酸っぱい赤い梅干しとか、鮭、サーモンかな？サーモンとか、そういうのが入ってるんですよ。おにぎりの中に。で、何を食べるのかっていうのは、気分によってみんないろいろ変える食べ物なんですけど、そういう時に友達が梅干しとサーモンどっちにしようって悩んでいる時に、ここはぜぜひひで判断しましょうよ。これやなって言って選ぶんですよね。で、その時私が例えばこれやなって言って選んだのが、サーモンと梅干しが両方入ったおにぎり。たまーに売ってるんですけど、爆弾おにぎりって言ったりするんですよ。いろんな具が入ったおにぎりのことを爆弾おにぎりって言って、こういう丸い形で売ってたりするんですね。で、友達が梅干しと鮭、どっちにしようって悩んでて、いやー、ぜぜひで判断しよう。これやなって私が爆弾おにぎりを選んだりしたら、多分、関西の人ならどこがぜぜひやねんっていう形で笑いが取れると思うんですよね。一応解説すると、ぜぜひって本来、冷静にいいことと悪いことを判断するっていう意味ですよね。で、爆弾おにぎりを選ぶのは全然冷静じゃなくて、両方食べたらええやん、いいやんっていう欲望丸出しの言葉なので、笑いになるっていうことですよね。なので、そういうふうに、ぜぜひで笑いを取りたいなら、そういう形の使い方もありかなっていうふうに私は考えておりましたね。多分ね、最初にそのぜぜひひっていう言葉を使ったときは、相手はぜぜひひっていう言葉を知らないこともあると思うんですね。でも、ちょっと他県はわからないですけど、私大阪出身なので、大阪人なら多分、ぜぜひひって何ってなって意味を教えたら、2回目、向こうからぜぜひひを使った笑いを取りに来ると思うんですよね。多分ボケてくると思うんですよね。面白いと思います。ぜひ、笑いにも、真面目な場面でも使ってもらえたらいいなと思います。私もこれからぜぜひは積極的に使っていきたい言葉だなって思っています。というわけで、今日は私が最近覚えた言葉、ぜぜひひの紹介でした。ぜひ日本人とコミュニケーションを取るときに使ってみてください。では、今日はこのあたりで、また次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。